みんなごきげんよう、ルルルパンシーです。今日はですね、アルコールインクアートっていうのをやってみたいと思います。アルコールインクアートはもう道具さえあれば誰でも超簡単にできちゃう面白い技法なので、ぜひともチャレンジしてみてください。以前フルイットアクリリックアートって言って、こちらアクリル絵の具をキャンバスに流し込んで流動的なアートをやったと思うんですけど、それの時にも若干ご紹介したちょっと大理石のようなすごく綺麗な作品が仕上がるので、ぜひやっていきましょう。じゃあ早速使っていくものですね。これはね、結構揃えなきゃいけないのでめんどくさい方もいるかもしれないですけど、まず今日使っていくのはコピックのアルコールインク、コピックインクっていうものですね。それを何種類か色を揃えてます。あとこれはね、ピニャータっていうブランドのアルコールインクなんですけど、ゴールドですね。ちょっとアクセントになるので、こういうのもあったらいいかもしれないです。ピニャータでもこういう普通のインクは揃ってるんですけど、今回は王道的なコピックでやっていきます。コピックはイラストレーターの人とかが着彩するのに使ったりするペンのインクなんですけど、コピックの中でもいろんなペンの種類があるんだけど、インクは全部一緒なんでコピックインクって言って画材屋さんとか、あとネットでもコピックインクで調べると出てきます。それからちょっとラベル剥がれちゃったけど、無水エタノールで、無水エタノールがこれ入ってるんですけど、ドロッパーボトルって言って先がねすごく細く注射器みたいに出るボトルなんですけど、これがあると量の調節ができてすごく便利です。無水エタノールは薬局ですぐに手に入ります。で、これちなみに今みんなアルコール消毒液を使ってるじゃないですか。で、それを作ることができるのこれで、無水エタノールと精製水、それも薬局で手に入る無水エタノール4、精製水1の割合で混ぜると、みんなが使ってるアルコール、手のアルコール消毒液になるので無駄になりません。それからドライヤーですね。で、一番どんな紙に作品を作るのってなった時に、これね、ユポ紙っていうものなんですけど、ちょっとね普通の紙よりもツルツルしてる素材なんですよ。広告紙じゃないけど、なんだろうな、写真の紙でもないし、ちょっとツルツルした紙でユポ紙っていうものが必要になってきます。今回私は別々に揃えたんですけど、コピックさんの方からアルコールインクアートセットみたいな感じでユポ紙も入ってて、アルコールインクも入ってて、確か無水エタノールも入ってたと思います。これ無水エタノールって今言ってますけど、アルコールってツルツルしてる素材のものだったらいろいろできるみたいなんですけど、例えばタイルとかにやってる人とかもいるし、今日はユポ紙にやっていきたいと思います。で、これもまた机で汚れちゃうのと、あとなるべく平らなものの上でやった方がいいので、私は今日はここに模造紙を貼ってその上でやります。では早速やっていきましょう。それでは早速やっていきましょう。まずはですね、アルコールインクを使うとどんな現象が起きるのかというようなことを一回やってみたいと思います。アルコールインクを垂らします。インクちゃんとキャップをね閉めないとドバドバに溢れてくるから気をつけてください。はい。で、その上からアルコールを流し入れます。何滴か。そうすると紙に広がりやすくなるんです。で、これを冷風のドライヤー、優しい風の方ですね、で、乾かしていくような感じです。ここにまたアルコールを足すと、こんな風にまたせっかく乾いたやつがにじみ出てきて、こんな感じでグラデーションを楽しむことができるんですね。
2色ぐらい使ってやってみましょうか。はい、アルコールを垂らします。周りから風をかける。ちょっと色が濃いなと思ったらアルコールを足して伸ばしていきます。こういう白い部分とかはアルコールが乾く前に指でちょっと補強してあげる。こう周りとかでも気に入らないような場所とかがあったら指やあと筆なんかを使ってなじませていくとはい、こんな感じでね、すごく綺麗な自然現象が浮かび上がってきます。じゃあ早速1枚なんか作品を作ってみましょう。最初にですね、アルコールの液を結構垂らしておくとインクがすごく伸びやすくなります。青、それからゴールドも使ってみます。これはね、よく振った方がいいですね。すぐ沈殿しちゃうんで。はい、こんな感じで1枚出来上がりました。はい、今度こちらピンクを基調にして半分だけ着彩したものなんですけど、これにアルコールを飛ばす技をやってみたいと思います。まずね、テープで四つ角を留めます。紙が動かないように。はい、ではですね、これにアルコールを横から風を吹き飛ばしながらアルコールを飛ばしていきたいと思います。ちょっと難しいんですけど、これは強風にしてやった方がいいです。いきます。
一旦こんな感じで乾かします。はい、もう一度いきます。何回か繰り返してもいいと思います。気に入るまで。はい、こんな風に自然な感じの流動的な現象が起きるわけですね。最初のものよりもちょっと味が出て面白い感じに仕上がったと思います。これをですね、次にカットしていきます。先ほどの作品の端の部分ですね。端の部分ってどうしても綺麗に色が乗らないから、自分の好きな大きさの好きなところを切り抜いてカットすると気に入ったものができると思います。じゃーん、すごいね、いい感じに綺麗なアルコールインクアートができました。いかがですか？めっちゃ可愛くない？部屋に飾っとくのすごくいいよね、こういうのね。はい、いかがでしたでしょうか？今日作った2枚を飾ってみました。すごい綺麗でフォトジェニックで部屋に飾るとすごく夏を感じられるような作品になったと思います。ぜひね、皆さんね、道具が揃うならぜひやってみてください。すごく面白いし、誰にでもできるし、すごく自然な感じでできるアートなんで、一回一回全く全然違う雰囲気のものが作れると思います。あと、風の当て方だったりとかで、ちょっとここに線みたいなの入れてみたいなみたいなのとか、そういうのも工夫してできるかと思います。では、よかったら皆さんチャレンジしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。もう一個ちょっとチャレンジしたいことがあって、実は一回練習したんだけどね、全然うまくいかなかったの。でもちょっともう一回トライさせてください。これ100均で買った風鈴、無地でアクリル絵の具とかでね、絵を描いたりとかして、すごい綺麗な音できるんだけど、これにちょっと着色してみようかなって思います。どうなるかわかんないですけど、なんかツルツルした素材のものだったらいいみたいなこと言ってたので、じゃあせっかくなんでやってみますね。一回分解して、この紙の部分とかも可愛くしたいよね。風の当たり具合ですごく面白い模様になったりとかして、これ飾ったら可愛いかもしれない。できたー。すごい光が当たると綺麗だね。